は毎朝必ず鳥の体重を測って、鳥のコンディションを見てるんですよね。で、今日どのくらいの餌をやればいいかっていうのも全部この体重によって決めます。生の肉しか食べないんで、横を上げてます。こいつはさっきまでのハヤブサと違ってやっぱり神経質なんですよね。一番神経質なんで。視界を塞ぐことで鳥が落ち着くんですよね。やっぱり鳥の場合は嫌な刺激からこれで解放されるんで、目隠ししてあげるとおとなしくしてます。これからじゃあグローブを作っていくんですけど、まずこの鹿革ですね。これ鹿革でも弓道の湯掛けとか剣道の小手なんかでも使うすごく上質な鹿革を使ってるんですね。海外の大量生産品のグローブなんかだと金型みたいなのがあってプレスしてこんなの一瞬でくり抜いてしまうと思うんですけど、僕はこんな感じで型からこう自分でペンでなぞって一個一個ハサミで切り出すような作業をしてます。鷹を乗せるの据えるっていうんですけど、左手が多いんですけど、やっぱり利き手と反対側に乗せるんですけど、お客さんによってはね、やっぱ左利きの人なんかもいて、左利きの人にとっては右手に鷹を据えることになるんで、右手のグローブなんかも注文を受けたりします。本体があって、親指、人差し指と中指、薬指で小指で、そうですね、パーツがいくつかあって、これで全てですね。飾りをつけていくのに、その下準備に入っていきます。これは、ゴムのりですね。この金蘭という生地をグローブの本体に貼り付けるための下準備ですね。金蘭の切り出しが終わったので、これからこれを本体に貼り付けていく作業になります。
基本手縫いで作るんですけど、唯一ミシンを1箇所だけ使うので、その作業に行きます。鹿革って厚さの割にはその繊維がすごく密に詰まってて、普通のミシンだとやっぱ縫えないんですよね。回した方がよりしっかりと縫えるんで。ミシンの作業はこれで以上です。タッセルって房をつけるんですけど、房を通す際に必要なハトメをこのタイミングでつけちゃいます。これは針で縫っていく際に結構この皮表面をすくいながら縫うので、一針一針結構引き絞って強く縫っていくので、指が傷つかないように絆創膏でテーピングをしちゃいます。柔らかいけど強いっていう性質の鹿革を縫っていくんで、これ専用の指抜きを作って針を刺していきます。もともとは市販のグローブを使ってたんですけど、なんとなくやっぱり市販のグローブって海外の輸入物がほとんどで、サイズがまず日本人の手に合わないっていうのと、デザインもなんとなくなんでしょうね、自分の好みに合わなくて、好みのものを、ね、自分で作ってみようかなと思ったのが始まりですね。とはいえ最初自分で作ったのは日本式和式のグローブ、絵掛けって言われてるものを型紙を譲ってもらって、でまずその人からその絵掛けを最初買って、絵掛けをばらして縫い方を覚えて自分で作り始めたのが始まりですね。もう30年ぐらい前。ただ鳥の扱いはすごくしやすいんですけど、日本の着物とかを想定して作られてるので、窮屈すぎる部分があったりとか、洋服と合わないとかっていうのがあって、洋式のグローブのデザインを取り入れながら和洋折衷で作れたらいいなと思ったのが、このグローブを作り始めた始まりになりますね。今一番手前の右側にいるのがジアセイカーっていうハヤブサの種類のハヤブサで、あれが名前がバスターって言います。でその隣のちっちゃいのがラナーハヤブサっていう種類のハヤブサで、エースって名前です。で奥にいる、あそこの奥にいるのがジアバーバリーっていうハイブリッドのハヤブサで、シャドウっていう名前ですね。であとそこにいるハイタカが、リンっていう名前です。あとはそこを止まってるハリスホークはジャックという名前です。この狩りの相棒のワンコはブリタニースパニエルっていう猟犬なんですけど、名前がハッチと言います。
これ魂がありましたね。まあでも本当一針一針縫ってる時点でも結構気持ちはこもってるんですけどね。やっぱロゴを貼るのはやっぱり、まあ、全然大した作業じゃないんですけど、やっぱ気持ちが入りますよね。リーズナブルなグローブを作れないかなと思ってミシン縫いもやったんですけど、本当に気に入らなかったんですよね、自分で好きになれなかったんで、そのグローブが。グローブをはめた時の指の動きとか、全然この手縫いのものと違かったんで、こういうミシンで作るのはもうやめようとそれっきりでしたね。立体的に縫っていくので、なかなか他のグローブではないような握りやすさっていうのはそれで生まれるんですけど、まあ本当に手縫いだからこそできるっていう部分でもあります。完成です。ツミという種類で日本で一番小さい猛禽類なんですけど、妻が勤務する動物園に怪我をして運び込まれてしばらく保護されてたんですけども、まあ片目が見えないということで野生復帰は難しいのかなと思ってたんですけども、鳥の状態からもしかして訓練をすれば野生に戻せるんじゃないかなっていう可能性を見出せたので、今自分の方で預かって、まあ、もう少ししたら本格的に訓練しようかなっていう。怪我してるのはどこに？右目ですね。右目が見えてない状態です。猛禽類を飼う中でやっぱり自分がやってることが正しいのかどうかってこうジレンマに陥った時期があるんですけれども、海外でその鷹匠の技術を利用して、傷ついて保護された猛禽たちをリリースしてるっていうのを目にして、ああこれだと思って、これこそがやっぱ自分たちのできることかなと思って。この猛禽類のトレーニングを通して得た技術をやっぱそのまま役に立てることができるんで、そうですね、なんか自分が鷹匠としてやるべきことはこれかなっていう感じですね。レースのルアーパスの最後のところがちょっとダメだったので、もうちょっと頑張ります。